皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年7月18日、ZEP 福岡で開催されましたバンドメイドワールドツアー2026デイ16となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。周回遅れがさらに拡大していますし、前回の熊本お給仕のレポートも長くなってしまいましたので、今回こそ MC 以外は超シンプルにして短くまとめたレポートにしたいと思います。熊本小鳩スペシャルお給仕の翌日ということで、熊本のホテルをチェックアウトして通り町筋から熊本駅へ路面電車で向かいます。熊本駅に着くとでっかいくまモンが迎えてくれまして、くまモン見ないゲームは終了です。新幹線の改札内には同じく移動されるバンメ T シャツを着た方が何人かいらっしゃいましたね。今回どうしても九州新幹線つばめに乗ってみたく、あえて10時20分熊本駅発のつばめを予約しました。噂に聞いていた通り、グリーン車を上回るようなシートですごかったですし、短いですが博多までの移動を快適に過ごせました。博多に着いて地下鉄でまずは荷物を預かってもらうべく会場近くに取ったホテルへ行きます。っていうか博多めちゃくちゃ暑いです。汗だくになってホテルに荷物を預けて、身軽になって改めて今回会場となる ZEP 福岡へ向かいます。会場に近づくとどうも PayPay ドームでコスプレイベントをやっているようで、たくさんのコスプレイヤーがおられました。ZEP 福岡が2階のデッキから入るというのを確認して行ってみましたが、お昼前ということでさすがに誰もおられませんでした。なので昼食を取ろうと隣接の商業施設内の山屋食堂でごまさば定食をいただいて、福岡名物のごまさば明太子からし高菜を堪能して会場に戻ります。ZEP 福岡は商業施設が隣接しているので涼めますし、食事や時間潰しもできていいですね。それで物販開始時刻の少し前に会場に行ってみると、まだあんまり人がいません。と思ったら物販待ちの人は少し離れたところに待機する形になっていて、そちらへ行くとかなりの人が並んでました。それで物販開始時刻になって QR コードが表示された人から会場の方へ移動するという感じで、待機スペースから少しずつ人がいなくなっていきます。しばらくすると私の A52 の先行物販チケットも QR コードが表示されたので物販ブースへ移動します。今回もご当地 T シャツとくじを10枚購入します。くじの結果は、今回はあーちゃんのサイン入りトレカと新色のトートバッグが当たりました。大満足です。ということでホテルにチェックインすべく一旦会場を離れます。ありがたいことに14時半くらいにチェックインさせてもらいましたので、シャワーを浴びて汗まみれになっていた体を洗ってさっぱりして、ご当地 T シャツに着替えて再度会場に戻ります。会場時刻が迫ってきて入場列が作られますが、今回の私の正番は352番でしたので、どこに並ぶのかと思ったら251番以降の正番はペデストリアンデッキみたいなところから階段を降りて、その階段の下に伸びた行列に並ぶ感じになりました。並びの正番のくくりも大きく、周りの人を確認するだけで雑然と並んでる感じでした。それで会場時刻になって少しずつ列が移動していきます。階段を上ってペデストリアンデッキに戻って、会場が近づくと入場のさせ方が通常とは違い、番号が呼ばれて入場するのではなくて、251番から500番の方入ってくださいみたいな感じで、かなり大雑把でしたので、400番ぐらいの方も300番くらいで入れたと思いますし、一切確認がなかったので別に1000番の人でも入れたと思います。それでチケットを見せて600円でドリンクコインをもらって会場に入ります。ZEP ということで柵がたくさんあるので、柵前は空いていると予想して上手の空いているところから前へ行くと、案の定最前柵とその後ろの柵の間に隙間がありました。その隙間を進んでいって2番目の柵の前、さえちゃん正面あたりに陣取りました。前からだと8列目くらいですが、前にそんなに背の高い方がおられませんでしたので、ステージはよく見える感じです。でもまだ私の後ろは柵との間に隙間がありましたので、近くにおられた知り合いの名手様に声をかけて後ろを埋めてもらいました。でも前の方は結構隙間があったような気がしまして、圧縮来たらかなり前方に行けるなとか思ってましたが、結果的に柵があるせいか圧縮は来ませんでした。バックドロップは旗が斜めになっているやつで、ZEP は天井高いからこれ設置できるのかなとか思ってました。今回急遽追加された2階スタンディング席も待っていって、いよいよ帝国になって BGM が止んで、会場の照明が落とされ、会場から歓声が上がり手拍子になります。そこに流れてきた SE は多分ですが札幌と同じシーズンドだったような気がします。それでいつも通りあーちゃんを先頭にミサさん、ミンチョ、小畑さん、サイちゃんがステージインしてきて、大歓声とメンバーの名前を叫ぶ声が飛び交います。衣装は今回も当然ライブバージョンですね。となると広島の正式バージョンは貴重だったということになりそうです。SE が終わって大歓声が上がる中、メイドさんたちが配置について一瞬の静寂が訪れます。目の前はサイちゃんです。
1曲目はそのさえちゃんと小畑さんの綺麗なハーモニーで始まる玉屋でスタートしました。私の前は知り合いのお嬢様お名手様でしたが、イントロでめちゃくちゃ飛び跳ねながらちゃんとするので、こっちも負けないようにジャンプして声出しました。前回熊本は後方でしたが、今回は目の前にさえちゃんがいますので、より一緒に遊んでる感があって楽しいです。しかしここ最近の私はさえちゃん前の位置で前に行ったり後ろに行ったりを交互に繰り返してる感じになってます。さえちゃんが作詞したこの玉屋の歌詞にあるつかねえことなどとかおさらばえとかって黒は言葉なんですね。これをハードロックの歌詞に入れてくるさえちゃんの感性には感服しました。ということで江戸時代の花見見物の風情も感じつつ玉屋を楽しみました。思いっきりジャンプして踊るのでいきなりエンジン全開になってジャンプして汗も吹き出して心も体も完全にお給仕モードに入りました。2曲目はチューズミーということでさえちゃんのボーカルを手拍子で迎えます。何度も言ってしまっていると思いますが、お給仕はもちろんフェスとかでもこのチューズミーが来た時の安定感というか安心感というか実家に帰ってきてる感みたいな感覚になるのがすごいです。イントロでちゃんとしながら、そういえばダウンロードフェスの時もなんか日本にいる感覚になったのを思い出しました。ということでなんか本能的な感じで体を動かして手拍子してちゃんとしてシンガロングして楽しむ感じになります。2メロに入って今回もミサさんとミンチョのクロスはなかったように思いますが、さすがに演奏も余裕なのかあーちゃんの周りに集まって楽しそうに演奏してました。真ん中の立ち台でギターソロを弾くミンチョも勝手に体が動く感じでちゃんとしながら堪能して C メロに入りますが、今回は位置的にサイちゃんの視覚に入りやすいところだったからか I choose you の指先と視線はまあまあこちらに向いていたように思えてなんか嬉しかったです。続けての3曲目はミンチョのピックスクラッチから始まるスーパーサンシャインでした。イントロで思いっきりちゃんとしてたらサイちゃんがこっちの方を向いてサムズアップしてくれていたように思いました。多分私の前で思いっきりはしゃいでいるお嬢様お名手様に対してだとは思いますが、なんか嬉しかったです。で1メロはサイちゃんが目の前の立ち台で歌ってくれますので盛り上がりますし、サビに入るときは隣でシャウトする小畑さんの口元もバッチリ見れてさらに盛り上がります。2メロ終わりからミサさんのベースソロになって本当にステージのギリギリ前でベースを弾くミサさんに歓声を上げて、ミンチョのギターソロはさらに目の前で堪能して B メロからブレイクして落ちメロに入る一連の流れはジェットコースターのような感じで楽しいです。それでビルドアップしていって小畑さんのシャウトからラスサビに入りますが、ラスサビは2回繰り返す感じになっているのでたくさん楽しめて十分に満足できるようになっているのが好きなところです。4曲目はドミネーションでした。サイちゃんがお立ち台から煽ってきますし、小畑さんもお立ち台に足をかけてギターを弾きながら煽ってきますのでちゃんとの声もでかくなります。2メロであーちゃん前にサイちゃん以外が集まりますが、ミンチョはあーちゃんの後ろに行って小畑さんはあーちゃんの真ん前って感じだったので、小畑さんとミンチョにあーちゃんが挟まれてる感じになってました。あーちゃん、小畑さん、ミサさんはもちろんですが、なんかミンチョが一番楽しんでる感じでした。そのミンチョの短いギターソロも目の前で堪能してあっという間にラスサビに入ります。前回の熊本みたいに会場の後方から俯瞰してみるのもいいのですが、やっぱりステージ前でメイドさんたちを近くに感じながら味わうお給仕はたまりません。音的にはあまり良くないですが、そういうものを超越する醍醐味みたいなものがあります。ということでそういう状況でハローハロー叫びながら浴びるドミネーションは格別でした。続けての5曲目はヘイトでした。サイちゃんも小畑さんも前に出てきてくれますし、ミンチョとミサさんもお立ち台です。このメイドさんたちが曲始まりと同時に前に出てきてくれる曲は何曲かありますが、これめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。しかしヘイトも完全にお給仕の定番曲になりましたが、サイちゃんのちょっと過激なしにハードロックだけどメロディアスでキャッチーな曲調でバンドメイドっぽさも全開の曲なので納得です。でもさらに定番曲になっている理由としては、今回もそうでしたがミンチョとミサさんのバトルバージョンがあることだと思います。フェスとかでもメイドさんたちの実力を見せつけられますしね。で今回そのバトルではミサさんがベース弾いてる時にミンチョがミサさんの顎をクイッてやったり、ミサさんもミンチョがギター弾いてる時にやり返したりと、凄まじいバトルを余裕でこなす姿を堪能できました。ミサさんはミンチョの頭なでなでとかもしてましたね。バトル終わりで大サビになって最後サイちゃんと一緒に I hate you 叫んで大満足で曲終わりです。6曲目は What is Justice が来ました。ちょっと久しぶりな感覚になりましたが、確かに私的にはパリでの給仕以来1ヶ月以上ぶりですし、日本ではメイドの日のゼップ羽田以来です。What is Justice となると私的には冒頭のあーちゃんのフロアタムのフレーズをしなやかな手首で叩く姿に見とれてしまいます。目の前で歌ってくれるサイちゃんのサビでのハイトーンも今回めちゃくちゃ綺麗に出てましたし、最初の頃の危なっかしさは全然なかったですね。C メロでサイちゃんが目を向く感じで歌う姿も手拍子しながら目の前で堪能して、そこからのミンチョのギターソロも同じく目の前で堪能できましたが、ここのミサさんの攻撃的な感じのベースもバトルみたいで本当にたまりません。
最後のさえちゃんのかっこいいシャウトも味わって、これもめちゃくちゃかっこいいミンチのギターフレーズからアウトロに入って全力のチャントで答えて、曲終わりからの吹き回しの中、さえちゃんのありがとう福岡をもらって大歓声となります。ここで1回目の MC に入ります。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽデイ16ゼップ福岡っぽで大歓声となります。続けてすごく嬉しそうな顔の小鳩さんの初のゼップ福岡なのにたくさんのご主人様お嬢様つまりソールドアウトっぽで会場からさらなる大歓声が上がります。さえちゃんも感激して私たち成長してるとか言ってました。確かにこれまで九州は結構集客の鬼門だったと聞いていますので、今回いきなり大箱のゼップ福岡で、しかもソールドアウトというのが感慨深かったんでしょうね。それで小鳩さんが初めてご帰宅してくださったご主人様お嬢様はいらっしゃるっぽーと聞いてきて、かなりたくさんの手が上がって小鳩さんは感激していました。感激した小鳩さんはこれから始まる MC にちょっとびっくりされるかもしれませんが、周りにいるご主人様お嬢様は受け入れてくださったので慣れていってくださいっぽーみたいに言って会場から笑いと拍手が起こります。あーちゃんとミンチはドラム前で座って休憩モードでしたね。ミサさんはステージをはけてました。で、小鳩さんが改めてデイ16っぽとサイちゃんに振って、サイちゃんがすごいね、あっという間だねみたいに言って、続けてのサイちゃんの皆さん他のアーティストさんのツアーとか行ってあっという間だねとかってセリフいっぱい聞いてると思うけど、本当にあっという間なんだよ、この間始まったばっかりなのにもう7月どうなってんですかに笑いと同意の歓声が起きます。小鳩さんはこの間ヨーロッパに行ってきた感じがするっぽーとか言ってましたが、これも同意です。それを受けてサイちゃんが先月なのに先週の気分なんだよ、でも先週は北海道でお給仕やってたんだよ、時空の歪みみたいにアインシュタインみたいなことを言ったので会場はまた笑いに包まれます。それで福岡の話に戻って小鳩さんが久々の福岡っぽね、前回は番外編で来たっぽみたいに言ったらサイちゃんがそうなの番外編みたいになってましたが、記憶を楽曲に全振りしているということでしたので仕方ないですね。で、サイちゃんがいつもと違った取り組みというか変化球お給仕を番外編って言ってますみたいに番外編のことを説明してくれてましたが、小鳩さんが今回はちゃんとしたツアーとしてこれたっぽみたいに言ってサイちゃんにちゃんとしたは語弊があると突っ込まれてました。番外編もちゃんとしてますもんね。逆に私みたいにお給仕帰宅しまくってるお名手にとって番外編は貴重ですから。で、さえちゃんが本当にセップ嬉しい苦節13年とか言って小鳩さんも続けて、しかもいきなりソールドアウトかっこいいっぽーって言ってきて会場から拍手と歓声が上がります。それでさえちゃんが小鳩は九州の人じゃないですかって言おうとして小鳩を何度も噛んで言い直してたのですが、実は私も小鳩が言いにくくって何度も録音し直してるのでやっぱり言いにくいんだと一人納得してました。で、小鳩さんのそれを受けての熊本出身ですっぽーに会場から歓声が上がります。さえちゃんが言いたかったのは結成当初から小鳩さんの地元が熊本なのでそのおかげでツアーとかで九州に来れててありがたかったということでした。で、さえちゃんはその時からずっとゼップいいなーって思ってたらしいです。それで小鳩さんが九州ってライブ行くって場所じゃないって人も多いって感じっぽーみたいに言ったらさえちゃんがそれがどうだって埋め尽くされた会場に行ってきて歓声が上がります。あとさえちゃんは福岡ビビってたとか友達のバンドマンとかに福岡は無理っしょみたいに煽られたとか言ってましたね。で、小鳩さんが見たかっぽーって叫んできて会場から大歓声が上がります。でもさえちゃんになんか嫌な感じこの人、いやこの鳩とか言われて小鳩さんは人で合ってるっぽい、人でも鳩でもあるっぽと返すのですが、さえちゃんが初めて来た方はこの設定知らないと思いますけどみたいに言って小鳩さんに身内から設定って言われたっぽーと突っ込まれます。小鳩さんは続けてラジオで打ち合わせの時にそれは設定ですかって言われたりするけど身内が設定とか言ったらダメっぽ13年も一緒にやってるっぽとさえちゃんにダメ出しします。さえちゃんはめちゃくちゃ受けてましたね。で、小鳩さんは改めて小鳩は人間と鳩のハーフですっぽと設定を説明してくれて会場から笑いと歓声が起きてました。さえちゃんは設定じゃなくてそうだったと気づいたのねとフォローするのですが、小鳩さんが会場の反応を見てあーはやめるっぽ、興味ないなみたいなのをやめてっぽみたいに言ってきて会場からまた笑い声が上がります。さえちゃんがこういうサブキャラもいると知った上で来てくれてるわけでしょみたいに言ったら小鳩さんがどうしようっぽ、知らなくて曲だけ聴いて来てくれてるご主人様お嬢様いたらっぽみたいになってましたが、さえちゃんがちなみに曲にはポとか入ってないからとうまくまとめてました。でも小鳩さんが歌詞にポ入れるとちょっとねみたいに言ったらさえちゃんが当たり前だ、なんで私がポとか言わないといけないんだよと小鳩さんに怒って会場から笑い声が上がります。たまに MC では成り行きからポって言ってくれる時ありますけどね。
さえちゃんは初めて来た人は物好きということで大丈夫ですと勝手に物好きにして、小鳩さんも受け入れてくださいぽーと頼んできて、歓声と拍手になってこの話題は閉まりました。この辺りでミサさんもビールを手に持ってステージに戻ってきて、あーちゃんみんちゃんの横に座ってくつろいでました。それでグッズの紹介に移ります。小鳩さんが真面目な話に戻りましょうぽーと始めますが、さえちゃんは今までも私なりの真面目だったんだよ、そういうの良くないよと小鳩さんにクレームを入れてくるのですが、小鳩さんは負けずにグッズの紹介しましょうぽーと叫んで回避します。で、さえちゃんが見てもらえましたかと会場に聞いてくるので、会場は手を挙げてはーいの声を返します。さえちゃんはじゃあもういいですかねとボケてきますが、小鳩さんに促されて3年ぶりのツアー T シャツとまずツアー T の紹介を始めてくれます。小鳩さんのワールドな感じですおねにさえちゃんから、近しい人がワールドな感じですねっておかしいだろう、もっと言うことあるだろうとのツッコミが入ります。突っ込まれた小鳩さんに会場から頑張ってって声が上がって、小鳩さんは頑張ってが一番良くないっぽ、シーンってなった時の頑張っては一番心に来るっぽみたいに言って会場から笑いが起こります。さえちゃんがなんせ多いんでね、すべてがおすすめですと大雑把なことを言ってきて、会場からまた笑い声が上がります。でもまあそれでは天の声に怒られるので、さえちゃんは続けて、昨日熊本で言うの忘れてたんですけど、新しいアイテムが出ておりますと言ってきて、北海道から出てますが名前なんだったっけみたいになります。私はローズ T だと思っていたんですけど、バンドメイドワールドツアー2026ツアーボード T って名前なんですね。覚えました。で、さえちゃんが最初は赤いバラで次が青いバラで今度はってなってるのがニューアイテムみたいに説明してくれてましたが、ピコ太郎を意識してる感じのポーズでした。さえちゃんは続けて、看板屋さんでプレートに書いてもらったデータをもらって作ってるんですよと説明してくれますが、ちょっと分かりにくい説明だったので、小鳩さんがデジタルじゃないってことっぽねみたいにフォローしてくれたので、さえちゃんがこれが13年の中ですとか言って会場から笑いと歓声が起きてました。それで浮世絵 T シャツの紹介になりましたが、小鳩さんが浮世絵のポーズをして会場から笑い声が上がります。それでご当地 T シャツの色の話になって、小鳩さんが X のポスト見てたらみんな意外と外してるっぽーとか言ってくるので、私も知り合いの名士様たちも一覧だと思っていたので、違うんだとか思ってしまいました。さえちゃんは一発で分かったとか言ってましたね。で、さえちゃんは私たちもマネージャーからこの色は何でしょうみたいにやられてるので、みんなにも私がやるとか言って会場に何でしょうかって聞いてきます。私もでしたが会場も半信半疑ながらまずは一覧と叫びます。でもやっぱり正解だったようで、すごいすごいそうですね、どう見ても一覧カラーですとさえちゃんが言ってきて、やっぱり一覧でした。さえちゃんがあかねがラーメン大好きで一蘭大好きなんですよと紹介してくれてたら、あーちゃんがシンシンも好きですって言ってきて会場から笑いが起こります。あーちゃんは昨日一蘭に行きたかったけど閉まってたのでシンシンに行ったらしいです。翌日空港から帰るときに X 見たら、福岡空港のシンシンで並んでラーメン食べてるってポストしてた人たくさんいましたね。で、9時の話になっていつもの外れなしの下りからステッカーだってなっても隣の人と交換したりして交流が生まれるのをサポートしてますみたいなこと言ってました。ステッカー同士の交換はあまりイメージできないですけどね。で、まだあるということで会場限定ポスターの話になります。さえちゃんが会場で CD とか DVD とか買うとゲットできるよ、あと2公演しかない頑張れ、なんとサイン入りもあると紹介してくれます。で、天の声が入ったのか、さえちゃんは突然はい、そんな感じでもうやめさせていただきますみたいに言って会場から笑いが起こります。それでさえちゃんのみんなこの後いけるに会場は大歓声で答えて、これからまだまだ上げていけるかーの叫びにまた大歓声を返します。それで小鳩さんの素敵な夜にしましょうぽようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションに入ります。ということで MC 明けとなる7曲目はさよなき鳥でした。さよなき鳥は私も大好きですし、知り合いの名士様も一番好きと言ってる人が多い印象がありますが、ここ2年くらいはなぜか結構レア曲だったんですよね。でも今年はヨーロッパツアーからかなりやってくれていて嬉しい限りです。トマト曲は全部そうなのですが、ミンチョもミセさんもあっちゃんもなんか好き勝手に自由に演奏しているようなところが大好きです。私的には特に C メロの時のあーちゃんのドラムが大好物です。そこから小鳩さんのリズムギターソロになりますが、初めて聞いた時はついに小鳩さんがソロをやったと感動していたのを思い出します。お立ち台でフォルムが可愛いスターリー・ピジョンズの弾く小鳩さんは可愛くてかっこいいです。ソロ終わりからは大サビに入ってどんどん盛り上がっていって、最後の小鳩さんのハイトーンの限界に挑戦するところでクライマックスです。今回も当然大歓声が上がってました。最後のミンチョの味わい深いソロ的なフレーズからかっこよく曲終わりになるところも秀逸です。
8曲目はオンセットでした。今回は先にメモっても大丈夫でした。私はこれまであまりできていなかったのですが、最初のイントロ的なところは手拍子する感じになるんですね。これからはやろうと思います。そういえばこのオンセットもさよなき鳥以上に超レア曲でしたが、ヨーロッパツアーからはかなりやってくれているんですよね。私的にバンドメイドにハマるきっかけとなった曲でもあるので、こんなに連続で見て聴けて嬉しい限りです。サビ的なところは確かみんなお立ち台で演奏してくれていたと思いますので、めちゃくちゃ盛り上がりました。それでミサさんのベースソロ、ミンチョのギターソロときて、小鳩さんのリズムギターソロになりますが、会場から上がる高速チャントの声がすごかったです。そこからの全員が激しい演奏になって、最後アーチャーのドラムソロで締めるところはこの曲のクライマックスだと思っています。それでラッサビ的なところのミンチョの通常のフレーズから延長されるタッピングフレーズに気持ちよくなって、アウトロになってアーチャーのかっこいいドラムフィルで曲終わりとなります。ミンチョ節炸裂の完璧なインスト曲だと思っています。ここでミンチョと小鳩さんがステージからはけて、ステージには下手お立ち台のミサさんとアーチャンだけになります。ベイドラセッションですね。スポットライトを見ながらベースを弾くミサさんの素晴らしいベースの音色に心を癒されながら体力を回復しつつ、目と耳を心地よくさせてくれる時間を味わいます。十分に癒された頃にアーチャンのドラムがゆっくり入ってきます。ミサさんがピック弾きに変わってスラップも入れて、アーチャンのドラムのリズムもスピードが上がってきた頃に小鳩さんミンチョがステージに戻ってきて、煽りが入って会場はちゃんとで盛り上がります。サイちゃんもステージに戻ってきて、ベイドラセッションが終わって前に出てきた小鳩さんの強烈なシャウトで9曲目となるトワイモアに入ります。シャウトする小鳩さんの横でサイちゃんが両手を上げて踊りながらこれから始まるトワイモアの世界観を演出しているようなところ大好きです。しかしこの曲はミンチョのリフもミサさんのベースも攻撃的な感じでめちゃくちゃヘビーなんですけど、きっちりバンドメイドを感じられるところがすごいと思います。私的には多分一番のヘドバン曲なので気合を入れて首振って楽しみます。それでなんといってもトワイモアといえばラッサビのアーチャーのドラムだと思っていて、あの高速のリズムに合わせて手を振り上げて頭振るのが最高に気持ちいいです。頭振りながらサイちゃんの力強いボーカルと小鳩さんの途中でトーンが高くなる叫び声を聞くのが至高です。で、気持ちよくなったところでアウトロになって思いっきりシンガロングで声出して力を出し切った感じでピタッと終わるところも好きなところです。続く10曲目はケイジでした。このトワイモアからケイジの流れはたまりません。一つのジャンルが作られたようで感慨深いです。ヘビーメイドゾーンみたいな感じでしょうか。1メロは正統派ヘビーメタルみたいな演奏とボーカルなんですけど、2メロの A メロはドラムもギターもベースもボーカルも完全にトーンが変わって変化するところはバンドメイドしか味わえない味変だと思っています。この曲もヘドバンしてしまうので汗が噴き出してきますが、もう脳がかき回されて気持ちよくなっても来てしまいます。あと1サビは綺麗にブレイクして入るのに、2サビは B メロからスムーズに入るところとかもバンドメイドらしい細かい仕事だと感じます。とか言いながらも私的には毎回言っていますが、ミンチョのギターソロ終わりに被せるように入ってくるアーチャンのダダンダダンダダンみたいなフロアタムが好きすぎてアーチャンをガン見してしまいます。曲が始まった瞬間からそこを楽しみに待っている感じにもなってしまってます。その余韻のままラッサビアウトロも味わってサイちゃんのシャウトで曲終わりとなります。で、こう来るとサイちゃんがキーボード前に立って11曲目となるロック&ロートですね。今回は8列目くらいだったわけですが、うまく前の人の隙間から全員の演奏する姿がよく見えて嬉しかったです。サイちゃんの横顔はいつも通り神々しかったです。しかしちょっと前まではお給仕でインスト曲を2曲やるって特別な感じでしたが、この5人でやるロック&ロードが入ったことによって自然な感じになったような気がします。それでこのロック&ロードはその5人全員のソロパートがあって、しかもそれぞれ結構ボリュームもあって十分に堪能できますし、最後のミンチョ師匠のソロパート終わりからの全員ソロみたいなパート、私的にはここがドラムソロパートと思い続けてますが、そこがめちゃくちゃかっこよくて、そこからラサビに入る時のためから一気にギターを鳴らすところの小鳩さんのドヤ顔が大好きです。ラッサビからアウトロの流れはずっと盛り上がりを維持しつつかっこよく曲終わりとなって会場から大歓声が上がります。12曲目はプレゼントパーフェクトでした。ヘビーメイドゾーンからロック&ロードの鑑賞地域を設けてエモエモゾーンに突入した感じです。この曲は初披露された昨年10月の大阪ナンバーハッチからその翌日のハイドさんのライブのゲスト出演初日を除いて、これまでフェスも含めてストーリーに入り続けている曲です。なので私的にはこれで19回目となるのですが、毎回初めて聴くくらいの新鮮な感覚になります。そもそも全体のコード進行が素晴らしく感じますし、歌詞も味わい深いですし、楽器隊の演奏も繰り返しがあまりなくて複雑で毎回新発見がありますし、小鳩さんのコーラスもいい味出してますし、なんといってもサイちゃんが気持ちよさそうに歌っているところが最高すぎてこっちも気持ちよくなってしまいます。
ソロパートは短いですが、あーちゃんのドラム、ミサさんのスラップも味わえますし、なんといってもミンチョのギターソロがかっこよすぎます。でも最後半にクライマックスを残していて、落ちメロからサイちゃんのロングトーンを経てラッサビに入る流れは100回浴びても毎回鳥肌ものだと思います。ということで会場は完全にエモエモモードになって曲終わりとなります。続けての13曲目はエンドレスストーリーです。会場を埋め尽くす1500人のシンガロングが響き渡ります。そういえばダウンロードフェスでラストにこの曲を持ってきたわけですが、改めてすごいというか、メイドさんたちの自信というか、初出演となったダウンロードフェスにさえこびないというか、男気みたいなものを感じてしまいます。可愛い女性たちなんですけどね。とにかく時は本当にバンドメイドの名手様であることを誇らしく思ったことを思い出しました。ということで、ここゼップ福岡でもシンガロングで思いっきりステージと会場は一体化して盛り上がって、C メロでさらに一体化してラッサビを迎えます。ラッサビも思いっきりエモく盛り上がって、アウトロ的なセクションに入って、サイちゃんのボーカルに被せてシンガロングになりますが、これ武道館でやったらどんな景色になるのかと想像してしまいます。演奏が止まって出なくなった声を無理やり出す感じで思いっきりシンガロングして、最後サイちゃんのありがとうをもらって曲終わりです。14曲目はデイズでした。サビ始まりのサイちゃんのボーカルから綺麗なイントロを挟んで、サイちゃんと小畑さんのハーモニーとミンチョのアルペジオで静かにエモく始まる曲ですが、A メロの途中からあーちゃんのドラムとミサさんのベースが激しく入ってきて、サビに向けてビルドアップしていくところは単にエモい曲ではなくてバンドメイドならでは感を感じます。インタビューでサイちゃんが珍しく心情をそのまま歌詞にした的なことを言っていたと思うのですが、このメロディーと演奏に乗せてのその歌詞は聴けば聴くほど心に染みます。2027年の球児小休止中に聴いたら胸がいっぱいになるんじゃないでしょうか。ステージのメイドさんたちを見つめる会場の目は水分が多くなっていたように思います。その水分の多くなった目のままラッサビを迎えて、最後のサイちゃんと小畑さんのコーラスになりますが、ララバイエグナイウィズローゼスビタイで言葉の響きがたまらなく好きで、本当に気持ちよくなって曲終わりになります。15曲目はホービドンテールです。本当にこの曲を作れるミンチョは天才だと思いますし、それを自らのアレンジに落とし込んで演奏できるあーちゃん、ミサさん、小畑さんもとんでもないですし、多彩な表現で歌えるサイちゃんも素晴らしくて、とにかくバンドメイドの凄さを味わえる曲だと思っています。とにかくいろいろな要素を詰め込んでますし、ずっと違うことをやっているような感じですし、でも全体としてはまとまっている奇跡のような構成の曲だとも思います。聴いているこちらもしんみり聴き入ったり、思いっきりちゃんとしたりヘドバンしたり、腕振り上げて盛り上がったり、リアル感性上げたりと、感情がジェットコースターのように揺さぶられます。なのでラッサビから最後のセクションに入る頃には、トライアスロンでいろんな筋肉を使ったような心地よい疲労とものすごい満足感と高揚感を味わえます。それでアウトロは思いっきりちゃんとで締めるので、ゴールテープを切ったような達成感みたいなものも感じて、最後サイちゃんのありがとうをもらって曲終わりとなって、会場は大歓声と拍手で満たされます。ここで2回目の MC に入ります。サイちゃんの盛り上がってるか福岡に大歓声で返してスタートです。続けてサイちゃんの楽しいかにも当然大歓声で答えて、私たちも楽しいに拍手と歓声が起こります。このステージも会場も楽しんでる感がいいんですよね。で、サイちゃんが疲れたよねみんな、いっぱい声出してくれて、肩は取れないですか大丈夫ですかみたいに言ってきて笑いが起こります。サイちゃんが可愛くみんな頑張れとか言ってくれて、会場はまた笑いに包まれます。小畑さんがその筋肉痛が今日の楽しさを思い出させてくれるっぽーとうまいこと言って、会場から拍手と歓声が上がります。小畑さんは続けて痛みとともにバンドメイドと名言っぽいことを言って、皆さん大丈夫っぽ元気とか聞いてくるので、会場は元気と返します。で、小畑さんのバンドメイドは体力吸われる曲しかやらないからポネーにサイちゃんが吸われるってと突っ込んで、小畑さんは皆さんからパワーをいただいてと言い直してました。でもサイちゃんはそれを受けて、皆様からパワーをいただき、私たちは音楽をやれておりますと殊勝なことを言って、会場から歓声が上がります。で、サイちゃんはなんか飲んだ方がいい気がするよ、ごっくんしてくださいとか言ってきて、会場は笑いながらも水飲んだりしてました。それで小畑さんが話を前に進めて、素敵なセットリストですっぽねとセトリの話になります。サイちゃんがだっていい曲がいっぱいなんだもんって叫んで、ミンチョがみんな愛してるよとか言って歓声が上がります。それで続けてミンチョが演奏しててメンバーのことが愛おしいし、みんなにも会えるしみたいなことを言って、また大歓声が上がります。サイちゃんも皆さんがかけがえのない存在ですってまた殊勝なことを言ってきて、会場も温かくなります。でもサイちゃんは我々もとか言ってきて笑いが起きます。サイちゃんって笑いで終わらせないと気が済まない感じですね。
で、そのさえちゃんのこの福岡が終わるとワンマンはしばらくないんですよ。で、夏フェスですに歓声が上がって、まずはナンバーショットです。ありがとうございますにまた歓声と拍手になります。さえちゃんは今年は過去最多の10本出るんですよ。10本だったっけと会場に確認してきて、久保田さんもいつもご主人様お嬢様に確認するっぽねみたいに笑って、さえちゃんはこういう関係性でやっておりますみたいに嬉しいことを言ってくれて、会場からまた歓声が上がります。それでさえちゃんが9月の真ん中くらいまでフェスに出演しまして、その次はって言った時に会場から台湾の声が上がります。でも久保田さんがその前に福岡ナンバーショットもだし、その後のみたいに言った時にさえちゃんが、それはすんごい大きいイベントだから後で言おうと思ってたんだよってさえちゃんに怒られて、久保田さんは後ずさって下手のお立ち台に座って小さくなります。私は聞き逃していたのですが、後で X のポスト見たら久保田さんは小屋に戻るっぽーとか言って小屋に戻った鳩の真似してたみたいですね。で、改めてさえちゃんがで9月に台湾に行きましてとか言った時に会場から多分台湾から来てるって声が上がったみたいで、久保田さんもさえちゃんも台湾から来てるのみたいに驚きます。さえちゃんが台北の球児来てくれるのって聞いたら、その人ははいって声を上げてさえちゃんにお利口だって言ってもらってましたね。さえちゃんは嬉しいなんてワールドワイドなんだろうとか言ってましたが、私の動画のコメント欄に南アフリカの人とかからもコメント来たことありますからね、めちゃくちゃワールドワイドです。それでさえちゃんが台湾から帰ってきたら名古屋大阪ですねとか言ってきたので、会場からアメリカはの声が上がります。さえちゃんはそうか名古屋は11月か10月はアメリカかなんだか実感がみたいになっていたので、会場からひょっとしてアメリカは中止みたいな空気が流れます。久保田さんもこれがワールドツアーだっぽーとかよくわからないことを言ってきます。さえちゃんは久保田さんに尺に触るとか言って、久保田さんも乗って触ってくっぽーとか受けて会場から笑い声が上がります。さえちゃんは10月のアメリカのことを皆さん首を長くして待ってると思うけど、もうちょっと待って発表はするからと意味深な感じで言ってきます。でも結果的には無事アメリカツアー発表されましたのでよかったですね。私も2公演くらいは行きたいと思っています。で、さえちゃんはツアーファイナルですよ、どこでやるんだったっけなーとボケてきて、久保田さんのせーのに会場は息を合わせて日本武道館と答えます。で、前回中止となった日本武道館の話になります。久保田さんが中止するかどうかの電話を一人一人と話して、どうするみたいになったっぽーみたいに当時の状況を説明してくれます。武道館立つのにみんな声が出せないっていうのもどうなのみたいな感じだったとのことで、確かにそうですよね。で、さえちゃんが大きい決断をした時でしたね。でもこの時のためだったんだよって言ってきて、会場から大歓声が上がります。それで改めて小鳩さんが11月13日と14日、福岡の方、九州の方、いや全国の方にとか言ってしまって、さえちゃんに突っ込まれて、会場からも笑い声が漏れます。全国と言いたかったのか、全世界と言いたかったのかは分かりませんでしたが、多分全世界ですね。最後はさえちゃんの武道館集合でお願いしますで武道館の話は締まりました。後ろのミンチョミサさんは腕を背中に回して伸ばしたりして遊んでましたね。あーちゃんもだったかもです。それでさえちゃんが後で言うと言っていたザ・グレイテストロックの話になります。楽曲に記憶を全振りしているさえちゃんがまた福岡に戻ってきます。8月28日、29日だっけみたいになってましたが、会場から29日と上がる声を拾って29日だとか言って会場から笑いと歓声が上がります。で、さえちゃんが来るって方って会場に聞いてきたので、たくさんではないですがまあまあ手が上がっていたようで、さえちゃんもすごいありがとうございますとか言って嬉しそうにしてました。チケットを買っていた私も手を挙げれたのが嬉しかったです。小鳩さんもレジェンドたちの中で頑張るっぽーとか言ってましたね。歓声が上がる中、小鳩さんが初ドームですっぽ、ペイペイドーム嬉しいっぽ、まさかペイペイドームに立てる日が来るなんてっぽとさらに感激してましたが、さえちゃんがみんな嘘じゃないかと思ってたんだよとか言って笑いが起きます。最後はさえちゃんの皆様よろしくお願いしますに会場から大歓声が返ってこの話は締まります。で、さえちゃんがお給仕で印象が残るのはここなんじゃないでしょうかみたいに小鳩さんは追ってきます。小鳩さんは一番記憶に残らないって声もありますっぽみたいに謙遜しますが、さえちゃんは好みだからとか言って小鳩さんにお前はできる、行け小鳩って叫んで、小鳩さんもそれを受けて小鳩のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに入ります。で、なぜか小鳩さんは英語でおまじないタイム is magic spell time とか言ってきて笑いが起きます。続けて10のマジックスペルタイムとか言ってくるので会場は歓声で返します。でも多分海外運営士様からか会場からノーの声が上がって、小鳩さんはノー is no とか言って笑いが起きます。ミサさんも I don't know とか言って煽ってきます。小鳩さんはおまじないタイムは皆様のチョイスはございませんぽ、
You must join おまじないタイムポー。これ本当に海外でそのまま言ってましたっぽねとか言ってきて、また笑いが起きます。小鳩さんの日本のご主人様お嬢様が海外のご主人様お嬢様より小さい声なんて小鳩は認めないっぽ。ましてや小鳩の地元九州っぽにさえちゃんもすごいんだろうねと掘ってきて、小鳩さんも昨日の会場より大きいっぽ、福岡は何倍もの大きい声を聞かせてくれるっぽみたいなことを言ってきて、会場も大声で歓声を上げます。で、九州の底力を見せてやるっぽ、萌え萌えで会場から萌え萌えを返して萌え萌えタイムに入ります。それでいつも通り口が開いてないご主人様がいるということで、小鳩はしっかり見てるっぽ的なことを言って萌え萌えキュンキュンに入ります。それでバンメイとか福岡とか九州とかやってご当地名物のコーナーに入ります。博多ラーメンとか通りもんとかめんべいとかやって明太子でちょっと止まって会場の声を要求します。で、会場のお嬢様の声を拾ってもつ鍋とか水炊きとかやって会場も返す形になりますが、そのお嬢様のさらに大きな声であまおうって声が上がってあまりに大きかったので小鳩さんが驚いてすごい一歩みたいになって会場からも拍手と笑い声が上がります。さいちゃんも今日は他力なんですねと言ってましたね。小鳩さんもお嬢様に助けられてますっぽーと認めて、あまおうに会場もあまおうと返します。あとは、バンメイとか、バンメバンメとか、バンメバンメバンメって増やしていく最近お気に入りのやつをやって、バンメ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 みたいにちょっと変わったやつを入れてきます。で、生声で、バーンメイって長いやつをやって、笑っていいともの締めみたいな拍手を3回で終わらせるやつをやって、さえちゃんに古くないとか言われて笑いが起きてました。で、小鳩さんのタモリさんのやつなんだけど、ポーにさえちゃんがとっくに終わったよみたいに言ってたら、民長がギターを鳴らしたので、小鳩さんが慌てる感じで、バンメイってやって、世界に世界を返して、制服に制服を返すときに、小鳩さんが手を挙げて煽ってくるので、会場は声を出し続ける感じになって、ズキュン、バキュン、ドキュン、ワーオで何かやると思ったら、特に何もなしで、頬を膨らせる感じの可愛い顔をして、萌え萌えキューンでおまじないタイム無事完結です。さえちゃんのありがとう福岡、ラストスパート行こうかの叫びでラストスパートに入ります。ラストスパート最初16曲目はエナジェティックです。ミサさんのベースソロ始まりという多分初めての試みは完全に成功している曲です。バンドメイドプライムに MV のビハインドザシーンズが公開されましたが、本当にみんな仲がいいのが滲み出してましたね。ガールズバンドで13年も同じメンバーでやっていて、こんなに仲良くやってるのは本当に貴重ですし、それがゆえのブレイクや決めでの息のやり方がすごいんだと思いますし、お互いがお互いを尊敬して足りないところを補い、目立たせるところは一緒に強調したりして、全くエゴみたいなものを感じないというか、その対極みたいな関係性を感じます。だからこそのこの奇跡のアンサンブルが構成されているんだと改めて感じました。それで確か民調のギターソロ後だったと思うのですが、さえちゃんと小松さんが真ん中の立ち台で向き合って仲良さそうに気持ちよさそうに演奏して歌ってたのも、直前の MC での漫才コントみたいなやりとりからは想像できないギャップを感じれて楽しかったです。最後は1500人でラララをシンガロングして曲終わりとなります。17曲目はディリダリです。当然パーフェクトバージョンでさえちゃんも雄たけびを上げて煽ってきますので、最初から手拍子とシンガロングも全力です。このディリダリも今年はプレゼントパーフェクトに次いでセトリに入り続けている曲です。お給仕との相性が抜群ということだと思います。私的には2メロで小鳩さんのボーカルの時にさえちゃんがところどころ入ってくるのがツインボーカルみたいで好きなんですよね。2サビ終わりからお給仕でのディリダリの本番ともいえる手拍子とディリダリディリダリダリダのシンガロングパートに入りますが、小鳩さんが腕ぐるぐる回して踊ってたのが可愛かったです。1500人のシンガロングと手拍子は圧巻でした。それでソロパートに入ってミサさんのベースソロから小鳩さんのソロに入った時、ミンチョ師匠が弟子の小鳩さんに投げキッスしてましたね。あとはアチャのドラムソロとミンチョのギターソロをたっぷり味わってラッサビットのようです。かっこいい曲終わりの締めとサイちゃんのよくできましたをもらって大歓声となります。歓声が上がる中、サイちゃんのこのままいけるかの叫びが上がります。18曲目はレディートゥーロックでした。このレディートゥーロックもディリダリと同じく今年は2番目に多くセトリに入っている曲です。ディリダリもそうですが、私的にはやっぱりこのレディートゥーロックはお給仕でいつもセトリに入れてほしい曲の筆頭曲の一つです。サイちゃんのボーカルもそうですが、バックの演奏が気持ちよすぎます。キレッキレですし、スピード感がすごいですし、とにかく楽しいです。それでサビで両手を上げて全開で踊りながら楽しんで、おのシンガロングするのがとにかく楽しすぎます。このかっこいいのに楽しいってなかなか味わえない感覚だとも思っています。
さえちゃんは下手で歌ったりもして会場全体を盛り上げてましたし、ミンチョのソロは上手お立ち台で私を含む上手側のご主人様お嬢様も楽しませてくれてました。それで落ちメロからラッサビへの展開も素晴らしく盛り上がりますし、最後のメロは思いっきりヘドバンして楽しいのを締めくくります。大歓声が上がる中、続けての19曲目はノーゴッドでした。さえちゃんの雄たけびが上がって、当然イントロで思いっきりジャンプしながらちゃんとで盛り上がります。もう記憶が混ざってしまっていて忘れかけているのですが、妙にミサさんとミンチョ上手と書いていたので、ミサさんが上手に移動していたのが珍しいと思ったんだと思います。2メロに入ってさえちゃんは下手に移動してお嬢様エリア前で歌う感じになってました。なので今度はミサさんと小畑さんが上手で演奏する形になります。この場所クロスは宙積みからこっちに変えたんでしょうね。でもこの場所移動は前で見ているご主人さんお嬢様にとっては嬉しいんですよね。でもミサさんのベースソロは真ん中の立ち台で披露してくれましたので、激しく移動する感じになってました。それで落ちメロからラスサビに入ってヘドバンしたりジャンプしたりで思いっきり楽しんで、アウトロは当然会場は思いっきりジャンプしながらちゃんとしますので、さえちゃんから最高をもらって曲終わりになります。曲終わりからの書き回しで歓声が上がる中、さえちゃんのありがとう福岡、次がラストの叫びが上がります。そういえば今回はノーゴッドの曲中ではなく、ここでさえちゃんが旗を担いでました。ということでラスト20曲目はアンリッシュでした。真ん中の立ち台で旗を肩に担いださえちゃんのボーカルから始まって、イントロに入ってそのさえちゃんとその隣に並ぶ小畑さんに煽られながらちゃんとで思いっきり声出します。さえちゃんはやっぱり旗持つのはアンリッシュじゃねえとか思ったんでしょうか。めちゃくちゃ似合ってます。しかしアンリッシュ始まりは何度かありましたが、アンリッシュ終わりはロンドン球児のハプニングからです。でもかなりしっくりくる感じですので、今後もありだなとか思いながらサビでだんだんディーだんだんも思いっきり叫んでました。2メロで上手に移動していた小畑さんを見ていたら、さえちゃんが寄っていって旗で小畑さんを追い払うようなちょっかいを出してましたね。さえちゃん最近結構旗で遊ぶ感じになっているのも見ていてかっこいいだけじゃなくて楽しい感じにもなります。でラスサビからアウトロに入って最後のダンダンディディダンダンも叫んで曲終わりになって大歓声が上がります。書き回しの中、さえちゃんの最高ありがとうございました、お前ら最高だ、またお会いしましょう、バンドメイドでしたの叫びに加えて、みんな元気にしてろよの珍しい雄たけびも浴びせられて、会場は大歓声に包まれます。書き回しが終わって小畑さんのそれでは行ってらっしゃいませご主人様お嬢様、バンドメイドでしたっぽーの挨拶で、バンドメイドワールドツアー2026デイ16メイドさんたち憧れのゼップ福岡の球児は幕を閉じました。さえちゃんは私の前にお嬢様がいるからか、目の前でかなり長い間満面の笑みで手を振ってくれてました。大歓声となる中、ミンチョミサさん小畑さんのピック投げが始まりまして、今回はなかなかいい位置でしたがピックゲットはならずでした。私の2人くらい右隣の方がゲットされてました。いやいやソールドアウトでパンパンのゼップ福岡お球児、最高に盛り上がりました。素晴らしかったです。瀬戸りは札幌の瀬戸りをベースにダイスをファットイズジャスティスに変えてきた感じですね。それだけでも結構味が変わるというか、この瀬戸り最強じゃないかとか思ってしまいます。大興奮と大満足でゼップ福岡を後にして打ち上げへと向かいました。これでしばらくの間はお給仕はお預けとなります。次のお給仕は約2ヶ月後、9月20日の台北レガシーテラですね。それまでは夏フェスでメイドさんたちと遊ぶ形になりますので、灼熱の夏フェスを思いっきり楽しみたいと思います。恒例のさえちゃんのポストは、福岡最高だった、皆様本当にありがとう、よく歌ったよく踊った、幸せだったな、ハッシュタグバンドメイドで感想いただきたい、また福岡にはフェスで帰ってくるのでよろしくよ、さ打ち上げだ、乾杯乾杯乾杯でしたね。本当に最高でしたし、歌って踊りましたし、幸せでしたし、打ち上げで何度も乾杯しましたし、福岡のフェスも当然行かせていただきます。私の次回の球児帰宅はフェスになりますが、2週間後にまた福岡に舞い戻ってのナンバーショットフェスになります。ここからは夏フェス三昧になりますが、今のところ全フェスで参戦予定ですので暑い夏になりそうです。最後に今回もリキャップムービーが作成されましたので、それを共有して終わりたいと思います。期待を鳴らせ、とりゃせ、踊りゃせ、祭り林が高鳴る方へシャリラ照れないで、今宵は恋恋さ遊び尽く
はい。ということで、今回は以上です。それではまた次回。